このままてめえらに親分を連れて行かせないぞ、処刑人。処刑人の任務を妨害したら、それはもうアイギスを裏切ったのも同然、つまり犯罪者になったのだ。知らなかったの、親分。こんなことを聞いたのは初めてだ。というか、本当にその呼び方で呼ぶつもりか？今さら思いついたのか？アルテアビズさんもおっさんか変態さんで悩んだ後にトカゲさんに決めたのでしょうか。おっさんも変態さんも他の人が先に使ってたから、初めて出会った時の情景に結びつく要素を入れたのはなかなか賢いやり方だ。じゃあストーカーさん？却下だ。そんなのエコひいきです。茶番はここまでだ。公務執行妨害罪および犯人蔵匿罪でお前を逮捕する。共に戦った仲じゃないか。友人であっても処刑するのが一人前の処刑人というものだ。冷血、感情なし、ミッションマシン。誰の味方なの？途中で思いもよらないこともあったけど、確かにお前の言う通りでこのことはここで終わるべきだ。もう出ていいよ、アルテア。これで全員だよね。あの行方知らずの犯罪者を除いて。あ、あんたたちと話し合ってみたい。私の犯した罪について。大丈夫か？天気が良くて暑いね。今は冬だけど。牢屋の暖房って強いね。ここには暖房はないぞ。それなら鼻炎か内分泌疾患か、もしくは女の子のパンツを見たとか、超能力の練習をやりすぎたとか、とりあえずどうでもいいの。っていうか、せっかく用意したセリフを忘れたらどうしてくれるのよ。ここ7年プレート市であったアルテアとセミューに関わることは全部私の責任だ。その人たちを傷つけたことは認める。ずっと自分の方が被害者だと思ってた。7年前のことがなければ、アイギスが私を探していなければ、そのようなことはしなかった。でもあれはあれ、これはこれだ。私は被害者なのと同時に加害者でもある。このことからはもう逃げない。私に謝ってほしいのなら謝るし、
私に死んでほしいのなら首切りでも切腹でも八つ裂きでも私は一向に構わない。あんたたちが満足するようにしてもらって結構。私の要求はたった一つ。7年前に一体何があったのか。私たちの人生をこのざまにしたのは一体何かを知りたい。これは私だけの要求じゃなく、もういないあのバカの要求でもある。きっと7年前のあの災難の被害者たちもみんな知りたいと思う。以上、私の話したいことはこれだけだ。言いたいことはこれで全部か？これで全部。お前が罪を認めてくれるのは我々にとってはいいことだが、残念ながらお前の要求には応えられない。7年前に何があったのか当事者でもわからないのだ。あんたが知らないのは知ってるけど、他に知ってる人はいないの？お前に合わせる機会はない。私が自ら罪を認めても無理なの？交渉もしてくれないのか？あんただって真実を知りたいよね。すまないが私にはできない。この結果は受け入れられない。刹那、周遊、やるぞ。親分、自分らもやる？やるんですか？私たちで処刑人を？結局こうなったのか。でも嫌いではない。むしろ一番好きなことよね。焦る必要はないさ。みんなアイギスの同僚だし、ここで殺し合う必要はないんじゃない？処刑人を妨害する奴は皆罪人なのだ。お前も例外ではない。今、ナナミ。でも私ってそもそも万死に値する、いや10万回死んでも足りないような罪人なのよ、シルビアちゃん。あんたは心理カウンセラー？セミューちゃん、それともアルテアちゃんと呼ぶべきかしら。私はアルテアビズだ。最後にアルテアの名で生きていくことを選んだの？うん。アルテアちゃん、私には提案があるんだけど聞きたい？提案？こっち来て。君一人だけに聞かせてあげるわ。聞かないよ。あんたに騙されたくない。一応聞いてみて。私の提案ならもしかしたらアルテアちゃんは正当な身分でプレート神に戻って今まで通りに生活していけるかもしれないぞ。そのような提案などあるはずがない。焦らないで。もうすぐわかるから、シルビアちゃん。じゃあ聞かせて。とにかく本当に私を騙してないよな？騙してないよ。これで分かったよね。
私の提案に乗ったら再び自由になれるだけじゃなくて恩を返すこともできるかもしれないよ。あのトカゲさんの恩に報いる機会をね。私は言ったはずだ。お前にそのような機会はない。はいはいシルビアちゃん、焦らないでって言ったのに。ここはこの教唆班がもう一つの予言をしてあげる。これから君に何が起こるかの予言をね。もう少し時間が経ったら君には電話がかかってくるはず。その電話はあなたの上司、あの計り知れない九州本部長、あるいは本部長の伝言係、代理人からかも。よくできた、ご苦労とかの褒め言葉の後に相手は多分固い言い方で、もういい。確かにこのまま続けるとパロディの限度を超えてパクリになるからね。誰と話した？ステファニー、知っている通り彼女は直接君たちの任務に口を出すことができないが、今回は違って君たちの方が彼女の縄張りに踏み入ったのよ。アルテア・ウィズが被害者かどうかを議論する前に。処刑人よ、忘れないで。ステファニー博士はもう君たちの被害者になったことを。そんなの王法遵守だ。ステファニー、人類の預言者、アイギスで最も偉大なる科学者である彼女は最初からアウトローだったの。私まだあんたの名前がわからないの、トカゲさん。こんな時に聞いてどうする。じゃあね、ナビゲーター。次に会う時はきっと正々堂々あんたの前に現れるから。何が正々堂々だよ。このことはそう簡単には終わらせない。処刑人はずっとお前らを見張っている。お前ら全員を。ヘルメット男、お前の正体が私にバレないことを永遠に祈るがいい。